こんにちは。今回からタイムアタック編です。本作では実績用に各コースにそこそこ厳しいタイムが指定されているので攻略していきますよ。まずはドルフィンリゾートのスタンダードから。早速ですがミッションで全部 S ランクを取った際の特典のカオスエメラルドを使って走ってみます。カオスエメラルドの場合は見ての通りレベルの概念がなくなります。100リングまでストック可能で30リング集めるとスーパー化します。スーパー化するとトリックを何もせずとも必ず S ランクが出てジャンプは常に最大の高さになります。注意として30リング以上ある状態でブーストを出すとそのままスーパーソニックが高状態になり通常より高速で移動できる上に当たった障害物や敵を吹き飛ばしてくれますが毎秒リングが減ります。これはキャンセルできないので注意。固定配置のボックスの位置を覚えていたりしてリングを効率よく拾える場合はブーストを積極的に使ってみるのもいいですよ。あとは能力表示を見ればわかるようにスーパーソニックの場合は強制的に能力なしとなります。通常時はブラインド、エアライド、パンチができないので注意。当然それらのオブジェクトに触れても意味はないしパワー用のは減速します。スーパー化していてもここは泳がされます。ソニックが泳ぐということが基本ないのもありますがスーパー化していても泳ぐ姿はとても貴重です。タイムアタック向けの走り方解説ですが最初は中央、その後左右にリングの列があるので無理のない範囲で回収。今回は違うものの通常の場合はリングを集めてレベルを上げると速度が上がっていくため効率的なリング集めをしたいですね。3分岐ですが正直固有スキルを使ってもそんなに快適に走れる区間ではないので中央に行ってリングを拾い集めるのが一番いいと思います。後半右側のルートに行けばリングを拾える数が減るもののジャンプ台があるのでエアーの補充ができます。覚えておきましょう。トンネル内はブラインドがあるとインコースで走れます。代わりにリングは拾えないので使うかの判断は慎重に。1周目と同じく上ルートのジャンプでイルカに運んでもらいます。最初のジャンプ台でしゃがんでますが先ほど言ったようにスーパー化していれば別にしゃがまなくても勝手に高く飛ぶので大丈夫だったり屋根の上からジャンプは強制的な場所ではないので自力でやらないとダメです。そういえばゲーム内でプロフィールが見れるので見てみましょう。ソニックはこちらになっています。おおむね公式サイトソニックチャンネルに書いてあることと同じですね。スタートは向きのことを表します。レギュラーが左足が前、グーフィーが右足が前の構えですね。ここでブーストを発動。右側のパワー用通路を通りましょう。スーパーソニック以外で挑戦するときもパワースキルを持っているならこちらがおすすめですね。このコース自体のおすすめとしてはパワーかブラインドですかね。どちらもつけても良いと思います。エアライドは活躍の場が少ないためおすすめできないです。ドルフィンリゾートの説明です。シリーズ通しても海辺のこういった施設は珍しいかな。イルカのダンスは少し先で見れますね。カオスエメラルドの説明です。性能は文句なしですがダッシュするとリングが減るデメリットは無視できない。ソニックが使うととありますがソニック以外はそもそも選択できません。タイムアタックでどうしてもできない場合は2周の間はブーストせずに走り3周目でブーストするだけで実績の大体はクリアできます。ただしブーストなしで走る際の経路の選び方やその分うまく曲がる必要があるため適当に走ってクリアできるほどの性能ではないです。ドルフィンマスターを達成。条件のタイムは3分45秒以内でしたがスーパーソニックのおかげで楽勝でした。先ほど話したようにスキルを装備できる場合はパワーを使うとショートカットできる場所が多くいい成績が出やすいと思います。次はロッキーリッジですね。キャラはテイルスですがスキルはパワーで攻略します。テイルスはリミットがちょっと低い上にパワーもあまりないため本来タイムアタック向きではないのですがまあ先ほど話したようにタイムアタックで詰まったらソニックにカオスエメラルドでも使えば大体は解決するので本編では出番がなかったり3周レースに出れなかったいろいろなキャラで走ってみようかなと。エアーの消費量軽減のパーツをつけているので一般逆向きにしてブーストしてます。記録をもっと詰める場合はこういったパーツの選定も大事ですね。パワー用のルートは右側ですね。吊り橋になっているので分かりやすいです。岩を壊して進入しましょう。ジャンプ後左に行くとまた吊り橋でパワー用ルートです。割と余裕がないので右寄りに着地するとほぼ無理なので注意。
こんな感じではいません。そもそも曲がっても、岩を壊すのが遅れると、それで減速しやすいのがまた困る。遠回りにはなるのですが、ブラインドは、手前なら、左側壁沿い、ジャンプ後は、右のハーフパイプで上がるだけで、両方で簡単に乗れるので、苦手な人は、ブラインドが楽ですかね。獲得したエアーをブーストに使えば、その分短縮になりますし、ストロットは、曲がる方向にレバーを倒すのを忘れずに、曲がるのが遅いのでぶつかってますが、ちゃんと手前で曲げておきましょう。1周目が終わって、解説もできたので、結局、このコースは、どのようなスキルがいいのかについてですが、先ほど話したように、楽に進むなら、ブラインド、操作ができる場合は、パワーの方がいいと思います。エアライドは、1つ目は、真ん中の道を進むだけなのですが、ジャンプ台の後は、角度を合わせてハーフパイプを飛ぶ必要があるので、ブラインドの方がいい気がします。先ほどカオスエメラルドの説明で紹介を忘れてたので、ソニック専用ギア、ブルースターを紹介。テイルズにより改造されたモデルなんですね。チューニングに関する情報はここが初出ですね。専用機は3作とも使われている名称が同じなもの。説明文は作品ごとに大きく異なり、デザインも場合によっては結構変わります。比べてみるのも面白いかも。ちなみにクロスワールドやアプリゲームや公式アートで描かれるギアのデザインは目印が基準になっています。テイルスのギアはパワーがないけど、それを補うようなチューニングとのことですが、フリーライダーズはキャラの方で性能が決まっていて、実は専用機は全部オール3ですので、設定分の意味があんまりありません。せっかくならギアの方でステータスを表現してほしかった。テイルスのプロフィールです。ギアに関する知識はレーブからすると分かってきてはいると認めるぐらいではありますが、どれほどなのか。初代では序盤にしてナックルズにギアが動く原理を説明できるぐらいはありましたが、チューニング技術はソニックが満足いくぐらいまでのものにできるあたり、かなり優秀なのは間違いないですね。ロッキーリッチの説明です。開拓されている街の情報はここでしか分かりませんでしたね。機関車がいたっけと思う人も多いかもしれませんが、こっちだとジャンプ中に下を通るだけですね。あとは馬車なんかも走っていて、異世界系以外ではソニック世界基準で、これまたなかなか珍しいものがたくさん見れるコースだったりしますよね。西部の世界観に限らず、自然から乗り物と出てくるものが非常に魅力的だと思うのですが、クロスワールドとかでも出てこないだろうか。ここのタイムアタック目標タイムは4分以内です。非常に簡単でしたね。テイルスでもこれくらいなので、スーパーソニックで見つかったら、もうスーパー開示で走るだけで速度が結構出るので、ブーストしないでも達成できる気がします。次はフローズンフォレストです。連続してしまいましたが、パワースキルでいきます。キャラはナックルズ、ソニックより速度が出ないもののダート走行が強いので多少ミスしても気になりません。テイルスの場合はほぼレースのような状況でしか役立たないため、タイムアタックはスピードかパワー系統がおすすめですかね。コースに合わせて選んでいきましょう。最初のジャンプの後は右側に行き、岩を壊して専用ルートへ。これで最初のカーブがかなりインコースで進めるので、それだけでも楽です。その先はハーフパイプが続きます。無視して曲がった方が速い時もありますが、コンエアーを獲得するチャンスなので、そのまま乗ってしまっていいでしょう。パイプ前は外側に行くとリングがあります。できれば回収しておきたいですね。洞窟入ってすぐにジャンプ。その後も船の上を進んでジャンプできると上ルートでスムーズかつリングも回収できます。狙っておきたいですね。その次のジャンプですが、失敗しても大丈夫です。上に行ってもすぐに合流しますので、今回はパワースキルなので、右側に見える骨を壊して専用ルートを進みます。リングは狙えないものの、安定して抜けることができるルートですね。他、2種のスキルだと、リングに沿ってジャンプすれば起動できるものに、速度調整をミスすると、リングのショートカットもなくなります。ボブスレーは、リングをたどっていけば大丈夫。ダッシュパネルにも自然と乗れます。エキスパート版と違って、減速もないので、あまりここで遅くなることはないはず。
一周したので、このコースのおすすめなカスタマイズについてでも、ダート地形はないので、キャラはスピード、スキルはパワーがおすすめですね。グラインドは、2つあるレールのうち、最初が簡単に乗れますが、2つ目が、パイプからの調整が必要で難しいです。エアライドは、2回ともハーフパイプからの飛び上がりで起動する時点で遅い上に、エアーのパイプ自体で回復するので、ルートに対して得られるものが少なく感じます。他には、トリックジャンプが多く出るコースであるため、ジャンプも加速が良くなるパーツがありますから、タイムが足りずに困っている場合は、こちらをつけてみるのもおすすめですね。ただし、向きを変えないと効果が出ないので、買い忘れに注意。面倒には、もう片方のスキルは、常に発動する上に、パワー系のスキルがついているバイクギアでいいと思います。ナックルズのプロフィールです。エメラルドの守護の話から、性格までよく解けてますね。まあ、エメラルドはライダーズで関わることはありませんでしたが、今思えば、過去2作の最終決戦、ソニック操作するならスーパーカもあってもよかったのでは。それでリングが尽きないうちに、相手に一定差ぶつかるとか、そっちの方が面白かったような。続いて、ナックルズのギアについての説明。頑丈な素材は必要なのが間違いないですが、それは、いろいろな場所を走ったり、様々な攻撃を受けることを想定すれば、全てのギアに必要なのでは。素材を変えると重量が変わったりとかはありそうですが、一体、通常の何倍ぐらい丈夫なものを使ってるんですかね。フローズンフォレストの説明で、割とソニックの世界観的には、よく見かける要素がたくさん詰まってますよね。森は、初代、次で雪が出たので、今作ではそれが合わさってしまいました。クロスワールドでは、森がすでに決まった上に、雪景色のステージもあり、船に関してもすでに登場していますので、さすがに出番もなさそうですね。時間が余ったので、ここでギアを紹介。本作でしか登場しないギア、フォートレスです。先ほどナックルズのギアは頑丈と言われてましたが、それを上回る特殊金属素材のせいで、ダメージを受けません。ただし、見ての通り、速度が最低です。どうやら、ここまで、重い素材だと速度は出なくなるみたいですよ。タイムアタックの目標タイムは4分15秒以内にクリアとなります。全体的に強制移動が多いので、ハーフパイプは数回乗らずに曲がるとか工夫してタイムを短縮していきましょう。ボブスレーはダッシュパネルに乗らないと厳しいです。今回、実際かなりギリギリですので、スピードタイプに頼った方がいいですね。口ほどにもね。今1位でゴールインじゃ次は、スタンダードコースの中で、おそらく最難関となるメトロポリススピードウェイです。今回はスピードタイプに頼りましょう。ジェットに専用ギアではなく、ステータスが全体的に高いポテンシャルに乗せます。スキルは、グラインドが一番いいと思います。もう一つは、自分で欲しいものを。ただし、ポテンシャルにはデメリット効果があり、タイプ系スキルアクションで得られるエアーが減少します。なので、2種類のタイプスキルをつけることだけは避けた方がいいかと。開幕は、左から上ルートを進み、連続ジャンプで、エアーフリードを稼ぎながら進みます。落ちた場合でも正面に進んで、終点のレールに乗れば上ルートに合流できるので、途中失敗した場合は、それでリカバリーに正し、最初のリング集めが肝心だと思うので、出だしで失敗した場合は、やり直した方がいいでしょう。その後の大きなジャンプ台は、中央寄りで飛んで、列車の上に、上から来る列車に手を上げて掴めば、この時点でショートカット成功。結局、左右移動がよくわからないですね。体を大きく動かすようにしています。着地後、手を伸ばすコールが2回あるので注意。1つ目でバグって抜けたり、失敗してもブラインドがあれば、正面のハーフパイプからショートカットに合流できますので、諦めずに走りましょう。光が差し込むと、ジャンプ台です。その先の区間でエアーを切らさないようにするためにも、しっかり飛びましょう。速度を落とさずにここを曲がる場合は、左の建物が終わるぐらいと同時に曲がりましょう。2周目からですが、レベルが3の場合は、曲がって調整しようにも速度が低すぎて厳しいことも多いので、正直、そのまま正面に進んでもいいです。その場合は、まっすぐ進んで終点にあるレールに乗りましょう。走り方は解説したので、カスタマイズの解説でも、ジャンプ失敗とかでルートが変わってしまうシビアさから、それをカバーできるのがいいと思います。今使っているポテンシャルに、ブラインド装備が特におすすめです。一応エアライドもいけるんですが、
有効活用できる場所が少し減るので、微妙。パワーは、そもそも、自分から遠回りする道に行かないと、対象のオブジェクトがないため、論外です。その道を通っている時点で、ほぼ達成不可能です。ちなみに、スタート直後左のように、リングを集中的に集められる場所が多いため、スーパーソニックは、結構相性のいいコースだと思います。ただし、スタートの連続ジャンプエリアは、スーパーブースト中だと、途中で強制的にしてルートに落とされ、列車に乗らないと遅いので、リングの調整がかなり厳しいです。ご利用し気味だと、普通に目標タイムから5秒程度しか余裕が出ないぐらいにはシビアです。ジェットのプロフィールです。意外なことに、バビロン盗賊団とか、過去のレースの実績とか、伝説の風使いと言われていることについては記述がありませんでしたね。一応、風読みのセンスについては書かれてますけど。続きまして、専用ギアについてですね。ソニックが初代の最初の最初でストームのギアを奪って追いかけてましたが、これだけジェットが使うギアは特殊な感じの記述があると、もしジェットのギアを奪った場合乗りこなせたの先になりますね。まあ、ソニックはジェットがライバルと認めるぐらいの腕を持っているのは確かなので、性能を全力で引き出すにはジェットに分があるとしても乗りこなせるような気がします。メトロポリススピードウェイの説明で書いてある通り、コースは高い層ならではの分岐ですよね。多くの分岐に狭い通路とレースだけじゃなくて本家でも通用しそうなデザインですよね。また街系のステージはレースでも本家でも結構いろいろ出たものの、建築物のデザインが独特でなかなか惹かれるものがあります。タイムアタックの目標タイムは3分50秒以内です。見ての通り、これだけ強いギアと理想的なカスタムで攻めても全然余裕がないんですよね。エアー切れは起こさないように、序盤はレベルアップ最優先で走るといけると思います。次はマグマリフトです。キャラはウェーブ、スキルはパワーでいきます。ストーリーでは3周レースもしたコースなんですが、その時はグラインドを使ったので違うスキルで走りたいですよね。ゴーストが出てますが、グラインドで走った時のです。1周目は速いように見えますが、2周目からパワーの方がリードしています。最初は真ん中に進み、手を伸ばしてリングを回収。その先も回収したいですね。ジャンプ台から飛んだ後は炎が吹き上がるので注意。左側から抜けると安全ですね。その先の橋はしゃがんでおいて後半でジャンプして上へ。ちなみにこの火柱に当たるとかなり減速します。1回でもぶつかると実績のタイムを達成するのが難しいです。グラインドの場合はレールが長いのでエアーを結構補充できますが、パワーは2回しか取らせないので橋を渡るあたりで使いすぎないように注意。シダルートの場合は橋を渡って正面に岩があるので、パワーの場合そちらでも出番があるのですが、そもそも遠回りのため行くのが論外です。全力で走れば一応1回ぐらいは踏み込んでもどうにかなるかもしれませんが、正面に進むだけでパワー用ルートです。割と2つの扉の間隔が近いためバンチは連打しましょう。最後のカーブは早めに曲がりましょう。左右がダートゾーンなのでできる限り踏まないように。一応今回は加速性能がいいキャラですので、入り込んでしまってもブーストですぐに持ち直せますね。さて1周したので、このコースのおすすめなカスタマイズについて話しますかね。もう見て明らかなようにスキルはパワーの手間がないと思いますが、それ以外でもいけるし、キャラの方にはそれぞれに良さがありますね。スピードは直線での速度の恩恵が大きい。アクセルは減速からブーストで持ち直しやすい。パワーは曲がる際に踏み入れやすいアートの影響を気にせず進むことができます。自分のプレイスタイルに合ったものを選びましょう。レイブのプロフィールです。会話内容からチーム内で年長のお姉さんではあったのですが、まさかのナックルズと同じ身長でした。意外と大きい。ちなみにここの時点で言ってしまいますが、本作に出てくる女性キャラの中で一番大きかったり、テイルスと比べると選手としても優秀という点がアピールされてるのは過去の成績とかを見てのことですかね。ウェーブの専用ギアです。性能は普通なんですが、デザインは確かに特殊ですね。どこかわかりますか？答えはリア部分のフレームですね。穴が開いてるタイプです。空中を飛ぶのに有利ってことでしょうか。マグマリフトの説明です。そういえば巨大な像がありますよね。鳥のような形ですが、これもバビロン族と関係があったりするんですかね。今回は深いストーリーではなかったものの、
もしまたバビロンの遺産みたいな話になった時は、真っ先にここが使われるんじゃないかと思っています。このコースのタイムアタック実績は3分36秒以下です。見ての通り、ミスがなくても、結構、タイムに余裕がないです。最短経路はディス級で、火柱とかで濡れてることはあってはならないですね。スピードタイプなら、もう少し余裕ができるかも。ジャンプは多いので、着地時加速効果アップのようなパーツも有効ですね。ただし、その場合は切り替え忘れると悲惨なことになるので注意。まあバイク使えば切り替えずとも必要な効果が出てくれますが。あ、ブーストしたつもりが切り替えになってしまった。お次は、フォーガストントゥーム。ストーリーの時と同じく、パワー用ルートを使いたいので、パワーで行きます。パワーばっかりだって、インコースのところに配置されてるのが、大体はパワーなんで仕方ないです。ギアパーツを選んでください。最初は、曲がった後に、中央にリングがあります。キープできると、レベルアップしやすいです。各選手、一斉に飛び出してちゃおう。ジャンプ台の後は、左に行って、壁を壊して、裏道へ。ここも、狭い通路にリングが並べてあるので、取りやすいです。2回目のダッシュパネルを踏んだら、手を右に出して、先のポールで、ショートカット、リングを拾いつつ、ジャンプ台に乗ります。その後3分機ですが、ストーリーの時と違って左側なので注意。倒れてきた柱は、しゃがんで避けます。その先の壁を壊して再びパワー用ルートへ。パワー用ルートは U コースかつ、グラインドの時と違って、タイミングよくジャンプする必要もないので、楽ですね。ダッシュパネルに乗ったらまた手を右に出して、ポールでショートカット。先の広場は、左でも右でも変化はないので、左の方に行きます。飛び上がった後は、中央にリングがあります。できればキープして集めたいですね。ジャンプ台は2回あるので、ブーストは使ってもいいです。多少使いすぎても、遺跡内は、ダッシュパネルとかの移動が多いですからね。最後は、右に曲がると一周ですね。パワー用ルートなら、ほとんどミスもなく簡単に回れますね。一周したので、カスタマイズの話を、見ての通り、パワーが一番楽なのは間違いないですね。次にいいと思うのは、僅差ではありますが、エアライドですかね。遺跡の中盤と、最後のジャンプ台2つ目で真ん中からジャンプすると専用ルートに行けます。移動できる範囲が結構優秀です。グラインドは乗りやすくはあるものの、すべてレールがアウトコースにあるため、そもそもの遠回りになる点が良くないですね。ストームのプロフィールで最後の1文字表示されてませんが、一応書いておくと狙うです。身長がここに来てかなり高い。こうして数値で見ないと、実際何センチかはわからないとしても、まあ、タチエやマービーシーンでの存在感はありましたからね。活躍がいまいちなこともあってか、チップやウェーブに比べると、割と一般的な説明文に。専用ギアの説明です。ストームは、後方左右に覆いかぶさるような形のフレームが特徴、左右に通気口のようなものがありますが、浮力性能を大幅に上げた結果、出力が常に高いため、パワーが安定するように放熱ユニットみたいなのがついたってことですかね。フォーガットントゥームの説明で、謎の遺跡が多すぎる世界ですので、珍しさは感じられないですね。ライダーズでも、遺跡は過去2作で出てますし、ただ一つ気になるところは、打ち上げられて遺跡の外に出る前最後の広場で、神官のような人の像があるところでしょうか。ソニック世界なのに、堂々と人間の像があるのは珍しいです。マグマリフトに鳥の像があっただけに、こっちはバビロンとの関連性は薄そうです。で、リップマンが作った人間の像がいっぱいあるって、あれは作者も明らかだし、モデルも決まってるから当然数えてませんよ。時間が余ったので、ギア紹介、天使と悪魔です。説明文を見ると、すごいギアのように思えますが、その効果は、ブーストをするごとに、エアライドとパワーでスキルが入れ替わります。しかも、このギアには、パーツが一切付けられませんし、見ての通り、リミットも低いです。それなのに、普通のバイクにエアライドをつければ、あらゆる面で上位互換になるので、
何がしたいのかよくわからないギアですが、ちなみに前作ではゴールでレベルアップごとに能力が上昇、下降の2択というまさに天使と悪魔の能力でした。どうしてこうなった？一応ダッシュは少し高いですが、もう気がつきましたよね。ダッシュするとそもそもスキルが入れ替わるので、場所によってはしたくてもできないんです。唯一のメリットまで消しに来ています。タイムアタックの目標タイムは4分15秒以下です。あまり余裕はないかもしれませんが、減速する場所はほとんどないので、パワーやエアライドでショートカットをちゃんと使えていれば問題なく達成できると思います。次はファイナルファクトリーです。もうお分かりですよね。パワーでいきます。ついでに言うと、バイクギアも初のタイムアタックで使用します。これに関しては、コースの設計上、あまり派手に動かない方が有利なためですね。細かく動きやすいバイクを使います。とはいえ、そのままでは曲がりにくいため、狙った道に入りやすいように、カーブアップのパーツを付けました。まずは、一番右側の通路へ、そのまま正面に進むと、パワー用の扉があるので、壊して入ります。リングは、あんまり集まりませんが、まあ、下に行く方が遠回りなのは間違いないので、そんなに気にしなくていいです。実際ミスってますが、ダッシュパネル直後は、リングの列があるので、位置調整して取れるとレベルが上げやすいです。ジャンプ台の先ですが、パワー用のルートは右側です。右に入れた場合は、ポールを掴んで曲がります。今回のように間違えて中央に進んだ場合は、ポールを触らず、正面のパイプに突っ込んで何もトリックしないでおけば、パワー用のルートの前まで移動できるので、覚えておきましょう。入り口を壊した後、左に曲がった後に、2回連続でブロックがあります。反応が押されるとぶつかりやすいので注意。前もって手を突き出す準備をしておきましょう。今回は普通に構えてましたが、認識せず。右のポールで曲がった後、ジャンプで2周目に。パワーの場合は専用ルートがあるので、無理に上に行かなくていいです。もし、乗ってしまって、すぐに下に行きたい場合は、左に行かず、そのまま、正面からパイプに向かって進むだけです。上で曲がった後からも、実は、中央の通路に合流できるのですが、見ての通り、ジャンプの猶予がなさすぎて難しいです。ただ、こっちの方がインコースなので、タイム的には当然良くなります。そして、見事にジャンプを失敗しましたが、まあ、3周全部下とかに行かなければ間に合うので、続行します。ベクターのプロフィールです。本編だと、いまいちな感じの情とか、真偽のあたりについて書いてあって安心しました。ところで、事務所側の方針のせいでの金欠には触れないのですかね。それがないと、お金に必死になってる理由が、前半のがめついだけしかわからないような。まあ、文字数が足りないと言われればそれまでですけど、エミーの依頼を断りきれずに心を、報酬よりも情で動くみたいなことを語ればよかったような。専用ギアの説明です。アクセマイズ車自体は、どんな感じなのか不明ですが、他のギアでも説明に出てきますよ。誰でも扱いやすく、カスタマイズもしやすい乗り物を作ることに定評があるみたいです。前にも話しましたが、ソニック世界のバイクってあんまり印象ないんですが、この説明を見るに、ツーリング用モデルとのことなので、ベクターは普段バイクを使ってたりするでしょうか。ファイナルファクトリーの説明です。確かに、エッグマンはおもちゃのようなユニークな発明が多いですよね。でも、この工場にそんなところありましたかね。クレーンなんて普通にあり得る形だったし、それ以外の仕掛けとか背景を見ても、割と普通な工場だと思うんですが、そして、秘密工場と書かれてますが、外観からして、堂々としすぎて何も隠れてないような。設定と完成したものが離れすぎたんですかね。ぜひとも、初期案とかの資料を見てみたいです。時間が余ったので、またまた、ギア紹介、本作だけに登場するプロフェッショナルです。見ての通り、オール3で各キャラ専用と同じですね。何やら説明文を見ると、制御装置が外れた分、メリットがあるように見えますが、実際何もありません。つまり、キャラ用と、全く同じプレイ感覚になります。一体何を思ってこんなギアを作ったんでしょうね。説明に合わせるなら、カーブを少し下げて、ダッシュかリミットを上げてあってもいいように。このコースのタイムアタック目標タイムは4分以内です。見ての通り、ミスが多い走りだったにもかかわらず、パワールートを通れば余裕で間に合います。パワースキルを使うことに抵抗がなければ簡単にクリアできるでしょう。みんなモードレコードを更新じゃ
長くなりましたが、最後はメタルシティです。ここに来て、まさかの初代コースが復活。さすがにちょっと変わった場所はありますけどね。キャラはメタルソニック、パーツはパワーとグラインドをつけます。初のタイプスキル2つ同時ですね。スタート直後のジャンプは、着地位置に関係なく、着地ごとに逃しましょう。上の場合は、手を伸ばさずに直接動くと、ガラスが割れて落ちるので注意。最初のカーブで右にあるレールを使うとスムーズなので、突入する前にグラインドに切り替えてください。今思うと、デフォルトをグラインドが良かったかも。グラインドが終わったらパワーに切り替えます。初代を覚えている人はわかると思いますが、この先は車が多く出るので、パワーじゃないとかなり走りにくいです。まあ、今回は手動だから安心できないのが困るんですが、右に行きたかったのですが、失敗したので、左から中央に大きな電車が通りますが、パンチで吹き飛ばすか、しゃがんで抜けます。今回は、なぜか手を伸ばして、回避という予想外の行動で回避できました。ハーフタイプでエアーを補充しつつ曲がります。クリアタイムに届かない場合は、短縮のため直接曲がった方がいいかも。最後が結構変わっています。下の場合は、リールが降りてくるので、あらかじめ手を上げて掴む準備をしましょう。上の場合は、ジャンプ台なので、エアーが増えて、リールよりも若干早く抜けられます。メタルソニックのプロフィールです。能力を完璧にコピーして、それを組み合わせてソニックを追い詰めるのはいつものこと。なので、何かとトラブルが起きる描写も多いのですが、今回は、純粋な競争で負けてしまいました。初登場にしてラスボスと、しっかり美味しいポジションで良かったですね。ジェットとかと同じで、レースが好きなのもあるし、クロスワールドでは、ジェットが、ソニックと互角に見えるお前とは、戦ってみたかったとか言うんでしょうかね。右ルートの解説です。車が多いのでしっかり避けるようにパンチを連打。右側の大型車両を飛ばして、裏道へ、横から来るのと、その先に停車している車がいるので、抜けるまでは、必死にパンチを連打してください。専用ギアの解説です。そういえば、エッグマンに名所で作戦立ててたわけですが、これは、メタルが自分で設計したんですかね。それとも、エッグマンもそのうち使うと思って、あらかじめ設計は終えていたのか。センサーから反応なくなったので認識し直してました。メタルシティの説明です。第1回はライダーズ初代のことですかね。ソニック R のワールドグランプリって言うんですけど、あれはどうなった？年表にない。そうでした。抹消されたようですね。では、先に挨拶を。ここまでご視聴ありがとうございました。次回は残りのキャラと各コースのエキスパート版を攻略します。またまた、プロフィールやコースのもう一つの説明文、いろいろなギアを紹介するのでぜひ見てくださいね。チャンネル登録と高評価もお待ちしています。それではまた、次回お会いしましょう。左上の人のアイコンを見るとわかるのですが、プレイ中なのに別の人扱いされたみたいです。一体どうやって認識されたんですかね。タイムアタックの目標タイムは3分15秒以内です。結構余裕がないですね。今回は、右ルートを1回しか使えなかったのが原因だとは思いますが、パワーはほぼ必須です。